気をつけて。お兄ちゃん、気をつけて。サリーは抑制器のエネルギーをオーバーロードした。ナツサを守った。変じゃないですか。抑制器は本来のエネルギーを防ぐ補助装置ではありませんか？どうしてシールドを解放できるの？内側機。抑制器も能力装置です。でも今は高速です。だから私が作ってあげる。はっきり言ってあげる。まず抑制器の原理です。ゲームで分かったのは、抑制器があれば放射線を防ぐことができる。このような説明の下で、抑制器に対する認識は傘です。あるいは全身を覆う保護シールドです。でも問題が来た。保護順なら、どうして自分を守るしかないの？他の人を守れないのでしょうか？サリーが化石祭で倒れた。誰も自分の抑制器でシールドを展開していません。彼らはみんな見殺しにしているのだろうか？保護シールドとしての抑制器の存在は明らかです。成り立たないんです。これはハイガルドの公式宣伝文句です。どうやって機能しているのか知る必要はありません。このような機能があることを知るだけでいい。しかし遺跡は真実を教えてくれました。遺跡では、誰かがウイルスを注射された後、抑制器の原型をつけました。でも役に立たない。抑制器の開発過程で、冷却についても何度も言及しました。答えを得ることができます。ある種のウイルスを伴っていました。このウイルスは低温で活性を抑制することができる。これが抑制器の原理です。私の動画シリーズを詳しく見ることができます。これは公式の紹介とは逆だ。しかし最も合理的なのは、私たちが使っているプロトエネルギーが強くなればなるほど、必要な抑制エネルギーが強くなればなるほど、あなたが必死に強くなったように聞こえません。抑制器を上げる必要がありますか？サリーはもっと強力なエネルギーを使うからだ。護衛を維持するか。しかし抑制器自体の能力はできません。対応できない抑制力を提供する。だから化石祭になりました。ウイルスは抑制力がないため、サリーを侵食し始めた。ウイルスのもう一つの合理的な説明は、変異は一度始めると止められない。ではウイルスは治療できないのでしょうか？公式はこう言っています。認知以外の方法で伝えることができます。だから地球思考で測るのはやめましょう。しかし抗体はあります。望遠合成で。プロの抗体を受けたのは神経になりました。今では技術がまた伝わっていない。そうでなければ時間医も原能抗体を研究しなくてもいい。前期に続いて説明を続けましょう。擬態システムの権限を得た後、私たちは感謝を伝えるために、小遊民の駆け足を手伝う。小遊民はかつて私たちに言いました。エコステーションの目的はアラドナリ町を監視することです。ではこの町を見てみましょう。大災害の破壊には石垣や岩壁しか残っていない。星島設定は富裕層リゾート島だと覚えていますか？以前ここもレジャー聖地でした。この景色は人を感動させる。ここは地を囲む渓谷に注意しなければならない。キープアウト。ハルマゲドンの下で最大の脅威となるのは誰だと思いますか？終末の題材では変異生物に違いないですね。しかし幻の塔の中では、変異生物は牛のように聞こえますが、でも思い出してみて、大世界探索では、何人の異化生物を退治したことがありますか？変異圏でさえ略奪者に準化されている。実は幻冬の世界観では、異化生物による脅威は非常に低い。彼らは領地意識を持っている。自分のいる地域からも離れません。道に迷った者だけが命を落とす。しかし異化人の地域から離れていれば、脅威はありません。最後の最後の最大の脅威は人間だ。傭兵の理念で作られた略奪者は、略奪して悪事の限りを尽くす。自由を尊ぶことをコンセプトに形成された犬の群れ。通行人を略奪して避難所を略奪する。腐って食べるなどの死を理念としている。避難所で暖を抱えて暖を取る生存者。これが終わりの脅威だ。万実法の人を考えてみましょう。商人が来たからといって人を神と呼ぶ。記念祭も作りました。過去の書が余計に腐ってしまったことを考えることができます。しかし生存者ばかりのせいではありません。大災害は幻冬の世界にとって、本当の世界の終わりだ。そして資源不足に直面しています。いつでも変異する可能性のある危険。俺も最悪だ。このような背景では、避難所の創設を提案できる夏さ。救世主のような存在に違いない。遺跡に戻ったら、サリーは修理を始めた。サリーが主役を走らせるのは不快だと思う人がいます。しかしフラップを修理しても分解機を修理しても、サリーの腕によるものだ。主役は打って手を打つしかない。主役はいつも走るというより、むしろ主役にはその能力がない。後のストーリーが多いのもそうです。フランツと主役はそれぞれの職に過ぎない。逆に言えばフランツも主役の使い走りをしています。焼き魚を食べ終わる。サリーも電池を交換した。同時に問題点を指名しました。レンズに問題が発生した。サリーは過敏ではありません。早く変異しなければ。これからもコバルトブルーのような存在です。サリーの人物について詳細がある。胸の5番マーク。この5番は御社天使の番号を表しています。でもなぜ彼女がこれを持っているのかわかりません。唯一の合理的な説明は、アイダのこの人はとっくに彼女と接触していた。サリーはエイダの子を救った。そして相手は感謝してこの胸板を渡しました。だから測位装置などが入っているのではないかと疑っていました。エイダの子がサリーに注目していたのがわかる。水角体をレンズにして遺跡の偽装を解いた。中に入るところだ。ナツサはぎゅうぎゅうと殺した。ここは危険だと言ったのに。助けたいだけだ、手伝って。あなたは私に迷惑をかけるだけです。でも、嫌でも。すぐに帰ってくれ。私の許可がない、許さない、私は。あなたが大嫌いです。妹を罵ってすぐスッキリしたので、10枚が後悔して超出し切った。フランツは理解している。サリーには能力がある。シャゾーはサリーが成長していることに気づいた。もう兄の後ろに隠れている女の子ではない。サリーの仕事を慰める。道理にかなって私たちにかかってきた。サリーも理不尽な子じゃない。彼女は兄がボスになるのが容易ではないことを知っている。兄の負担軽減を助けたい。でもナツサはずっと子供だと思っていました。何をしても間違っている。サリーのためだと思ってた。ナツサはお父さんになってお母さんになるデメリット。やっと現れました。サリーは両親に間違えた子供に似ている。主役に励まされて、シャドウを見つけた。ナツサももう考えていました。
サリーは勇敢に自分の考えを表現した。ナツサが言ったように、この避難所は人が少ない。仕事がまだ多い。避難所としての戦力担当。どんな危険な仕事でもナツサが自分で行かなければならない。略奪者がちょうどやってきた。サリーの争奪戦が始まる。この稲子の通過のような略奪者を見てください。3つの星島避難所を破壊しても問題ないと思います。シャツオ警報システムはなぜ機能していないのか。パルは電磁妨害を受けたと答えた。2つの可能性があります。1つは略奪者が早く避難所の近くに潜伏していたことです。建設妨害源。もう1つの可能性があります。妨害源は主役の抑制機から来た。間の子は手足をした。だから主役が内部から警報システムを妨害したのです。今回の襲撃を突然させたんです。人員も遺伝に間に合わない。ここで避難所の位置を教えてください。星島の避難所は飛行船の残骸に基づいて建てられた。高い山に背を向けると点検があり、守りやすく攻めにくい。警報システムが故障していなければ、避難所には戦う能力がある。避難所の戦力が少ないのはかわいそうだ。セリーヌ・パル、サリー、ナツサ、主役、野田の避難所。戦えるのは5人だけだ。でも野獣馬が騒いでいた時。でも人だかりだった。興味深いのはサリーの武器だ。カラスマの領土。サリーはハイガルドの武器庫にも接続できるということです。小遊民は一体何人の人のために裏口を開けたのか。そうであれば、ヘイウッドはサリーについても何も知らない。今はシャゾ兄弟が星島にいることを全世界が知っているような気がします。シャゾだけが安全だと思っていた。シャツは元の警備を開始するように要求した。大反抗を開始する。警備員が加わった。情勢が逆転し始めた。略奪者も揺れ始めました。この折り返しドアは少し見覚えがありませんか？どうしてそんなにエーダの子に似てるの？略奪者にはこの技術はありません。どうしてそんなことを言うんですか？攻撃時に略奪者は折り役門で人を振ったからです。しかし撤退した時は飛んでいきました。折り返し門を開くことができるならどうして道を走る必要があろうか。説明するしかありません。ジャンプドアが少ないです。他の人が提供したものです。枝の子は折り役門で散在したと言える。略奪者とは比べ物にならない。サリーはまた複合級をくれた。主役の努力の下で、ついに躍進門を解決した。我々が撃退したのは敵の空挺部隊だけだ。私たちが立て直した時に、敵の大部隊はすでに正門を突破して防御した。後ろについているものを注意してください。イカ生物はやっぱり背面が全然ありません。戦争機械に改造されています。今は信じてください。イカ生物は何も脅威はないでしょう。略奪者の科学技術の極みな順化に気をつけた。ナツサが襲われた。サリーが前に立ちはだかった。カプティブが発生した。ここの詳細は抑制器に赤ランプが点灯しています。でもサリーが倒れた時、抑制器はまた青ランプになりました。抑制器は一瞬で無効になったことを示しています。その後正常に戻りました。抑制器の修復は行われていません。抑制器が良いことも示しています。その問題が来た。一瞬の故障は人の放射線を変異させるのでしょうか。大災害発生後、抑制器はまだ生まれていない。その間の人も生きています。これはウイルスによる変異だと思うことを証明しています。大災害発生後、ウイルスは幻冬を中心に拡散しています。周辺ほど生き残る可能性があります。リラの幻冬はもともと最も少ないものを使っています。ウイルスも最も少ないのです。現エネルギー放射線による変異という設定は、足が立たないことが多い。放射線があれば隔離する方法があります。抑制器が放射線を隔離できる以上。ではなぜこの技術を使って、隔離区域を作るのでしょうか。だから放射能は公式の言葉だと思います。証拠は2つある。1つ目はゴランの氷雪です。ゴランはかつて賑やかな港でした。しかしハイガルドが元能を使った後、ゴランエリアに冷房を入れました。全地域が氷雪になりました。ハイガルドはなぜこんなに多くの冷房を使うのですか？合理的な解釈は利用です。低温処理元に生を伴うウイルス。枝の子基地もゴランに建てられました。本来の脳と低温はずっと関係を捨てられない。2つ目はスパーカーの注釈です。記述にはリンヤが科学技術部に制作を依頼したと書かれています。でも実際はレビリア博士が残したものです。これは私たちが見ている文書は、ハイガルドの対外的な言い分。しかし実際の状況は何ですか？プレイヤーでさえ隠されています。だからこそ、私の推理を見てみると、ゲームの記述とは大きな差がある。しかしとても合理的です。これはハイガルドの背後にある真実を明らかにしたからです。ストーリーに戻る。色っぽい操作が来た。主役は略奪者を追撃し始めた。しかし状況は非常に奇妙です。私たちは飛行船に乗って、しかし略奪者は全部逃げました。彼らは船を守らないだけでなく、自爆していた。これが多くの人が突っ込みを入れていることです。撃たなくても落ちる飛行船。これは私たちが撃ったものではありません。ここの空に注意してください。幻冬は撤退した略奪者を全部作った。数が非常に多い。明の飴島方面に撤退しています。誰も船を助けに来なかった。この船は略奪者に捨てられたことを示しています。その理由は何でしょうか。主役の疑いを晴らすために。主役の出現は避難所の襲撃とつながる。これは映像作品の中でも珍しくない。誰かが来てカップ器具が発生しました。主役が第一疑いの対象になった。でももし我々が敵を撃退したとしたら、ボスを処理した。疑いを晴らすことができます。私たちと略奪者が仲間ではないことを証明します。愚かで組織の手配に不満だ。触媒を取り出すと変身します。バカな変身は明らかにイカを強化している。放射線に変身したものなら、抑制器を外したはずだ。でも彼は薬剤を注射しただけで変身した。薬剤の役割を説明する。ウイルスの侵食速度を早めることです。風がウイルスを推理したのは手がかりだけではありません。非常に多くの手がかりです。後期になると鉱山でも変異ウイルスについて話します。ここで怪物の設定を説明してください。元能のイカは実は進化である。だからハガドはずっと夢中になっていた。しかしこの進化は思考しています。あなたのモデルがどんなものであっても、最終的な姿は同じです。多くの怪物がモデルになっている理由も説明されています。ビデオの怪物の姿を覚えてください。私たちとは違うのではないですか？提督のモデリングは少なくとも2回最適化された。
幻冬は高速から新人のゲーム体験を改善してきました。それが私が今解読した理由です。避難所に戻る。略奪者が相互略奪したことを発見した。枝の子が略奪者と協力したのは、それぞれ必要なものを掘る。略奪者は資源を要求する。エイダの息子はサリーを始末してくれと言った。サリーが生かすれば、夏さを丸め込むと釘付けになる。シャゾを見つけた。フランツと話があると言ってた。実は彼は本当に歩いていきました。伝統的なものように人物が直接消えたわけではありません。サリーを見つけて、彼女は腹が減ったと嘘をついた。実は主役を支えたいんです。だから全てを見破った私は大鍋の蓋のそばに来ただけです。食べ物は何も作っていません。やっぱりストーリーは続きました。サリーを見つけたら、彼女は静かに座っている。でも、もし間に合わなかったら、この時サリーは自殺したと思う。でも今回の機会は主役に破壊されました。それからシャゾーもサリーの考えが分かった。一歩も離れられなくなった。そこで主人公に実験室に行くよう依頼しました。枝の子に助けを求めて。ふーちゃんの言う通りですか？自分でアカウントを再作成して体験してみてください。特に略奪者の撤退図は、まだ衝撃的ですね。こんな大部隊が船を捨てて逃げたなんて。略奪者の本部はミーアマ島にあります。クラリエル博士はこう言いました。彼らは技術的な理由でそこを離れません。しかし星島の攻撃に参加しました。この中には裏があるに違いない。主役の身分が非常に気まずい。自分で避難所に来たばかりです。避難所で事故が起きた。両者の関係を疑わないのは難しい。実はこれが後日夏さが主役を好まない理由にもなりました。今期はこれで終わりです。ご数に注目する。違う幻の塔を体験。